ってるっぽいな。これやったらボケでもいける。微妙やな。餌ないな。あ、そうっすか。ちっちゃい魚でしょうね、当たりが大きいレアみたいな。出えへんからカワハギとか見かけた。ああ。モーニングやるかやらんかとか、長くやるかやらんかっていうのは、やっぱりその過去の実績とかを一番参考にしたらいいんですかね。モーニングが聞くとことね、聞かへんとこ。あ、やっぱあるんですね。前日に入ってようが入ってまいがあんまり関係ない。関係ないですか。もともとのやっぱ回遊コースとかそうそう、地形であったり。これやったらどっかこの辺で釣り人が入ってたら、別に例えば前日そこで入っててここ入ってなかったとしても、モーニングでここで釣れるかもしれない。オキアミ半分もらおうかもな。はい。ほら。くらいです。お。カワハギですかね。コーンで落としてっても。ないやろ。ないですね。よし。ですね、アジの色ですね、背中が。茶色ですね。そこやな。なんであれで乗らんねえな。何やあれ。いや、僕今トントンで。ええ。押さえてきました。小当たりやったから竿を置いた瞬間にギュンギュン。ああ、ダメですか。ああ、まあまあ一緒ですね。おお。あ。竿のせいですか。竿のせいですか。いやいや、違うな。当たりがな、ちょっと早い気味やったり。まあまあ。今のは本ちゃんでしたね。でもあんま大きくないな。あ、そうですか。40前後ぐらい。あ、十分です。もう駅から帰りまでずっとカッパで。な。通すと思ってましたけど。いると思ってシャツ持ってきたの。あ、僕も持ってきました。その違いやばいやん。やばいですね。本当に朝一番で釣っとかなあかんだっていうことですかね。いや、それやったら数は出えへんから。だから突然魚気がなくなったりな。そうですね。こっちもそうです。猛然と団子。団子当たったと思ったらもう2頭ぐらいですよね、続くの。そう、なんか不安定やわな。不安定ですね。なんか時折ものすごいこうむにゃーっと張っていくあたり出ますよね。あれスレっちゅうことですね。合わないっちゅうことは手応えないですもんね。分からへん。上がってくる。まあ分からんすよね。意外とでかいが分かりません。いや。うわ。なんでした。ああ、ええやないですか、ええやないですか。いいことないで。これはちっちゃすぎて30センチ。いや、よかった。ポージングしようか。ポージングお願いします。ちょっと切れるな。餌何でした。さなぎ2つ。あ、2つ。ちょっと言うと質問させてもらっていいですか。団子なんですけど、朝例えば始める前に5つ6つと固め打ちするとか、夕方ラスト1時間とか
団子全部打ち切ってで、落とし込みだけ一本で攻めてみるとか、その辺のその大きな意味での団子ワークっていうのはどうやって考えといたらいいんですかね。よくその朝イカダイ上がったらまず5個入れて10個入れて、僕はそういうことは基本ですね、でやらなあかんとこは例えば高知県とか愛媛県とか九州とか、もうほとんど1ヶ月のうちに人が何回乗ったかなっていうようなところというのは、5個なり10個なり入れてタックルセットするというのは間違いではない、やっといた方がええと。ただその入れ方としてバン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 連続して入れても、その辺にこれぐらいの間隔で広がってるぐらいやと思うわ、そこでじわーっとなってるだけで、だから僕がやんねやったら、それをやんねやったら1個入れたで完全に溶けてもう煙幕も広がらへんような状態になったら次入れる、でまた次入れてという、そういう繰り返しする方が僕は同じ5個でも同じ10個でも効果は高い。なるほど。でもそれで言うと結局手返しをコツコツするっていうのと同じ入れ方になるってことですもんね。スタートから団子包んでやっていく方が僕は効率的にいいと思う。もう無駄な行動やと僕はね。あともう一つ逆の方のその団子を切って場を休めるとどうやとか、あとは夕方ですね。以前は明美の丸貝という餌取りに強くて、大内ぬにとって特攻餌という明美の丸貝という餌をされて、それが王道であった頃は僕もよくやったよ。4時ぐらいにもう完全に団子を切ってもう全部売ってしまって、でそれで確かによう獲物も仕留めたけど、貝の釣りってないんで、丸貝っていう前提がなくなっちゃったってことですね。今度はどうなるかって言ったら、やっぱりさなぎとかコーンで団子に包んでってことで、僕なら最後まで団子釣りを続ける。なるほど。団子を切ってということはしない。よくわかりました。ただっていうかな、三重県でも、他のエリアでもあんねんけども、三重県でも例えば小浦とか、有名な釣り場やけども、あそこらはねやっぱり農館の2時間1時間半ぐらい前に冬でもドカドカっと打つと急にボラが活性高めて良くなるっていう。でそれをね、ドカドカ打つからボラが寄るのか寄らへんのか何度となく試してみたけど、打ったからどうとか打ってないからどうとかいう差が比較ができへん。釣りってそうですよね。根拠を証明するっていうのはできないですもんね。だからね、やっぱり信じる人はやったらいいと思うし、わかりました。そんなもんって思う人はもう別にやらない。よくわかりました。ありがとうございました。これですね、おもろいですね。いや僕がずっと聞いてたやつは1枚ちっちゃいの1枚だけ。でもちっちゃいな。30代でこれも地味やった。そうですか。さっきと一緒ぐらいや。さすがですね。ミンチをいっぱい入った。これこそ29円。そうですね。さっきのよりちょっとちっちゃいですかね。来ました。根がかりかと思ったらよかった。まあだと思います。根がかりやって言おうと思ったらビクビクって動きました。チヌであってくれ。どうや。チヌや、よかった。これで40ぐらいですね。ありがとうございます。真似してさなぎ1個で。
また来ました。2匹とも40ぐらいか。一つはちっちゃかったです。30ないぐらいです。2匹目は、はい。イグイでしたね。まあこの口の前の方かかってましたけど、上唇の。ええ。やっぱそんなとこですか。変わりますよね、突然。今日一日そうなんですよね。なんかおんのかな。かもわからんですね。潮がなんか変わったとかそんなんじゃないですもんね。一瞬でなんか変わってる。そうですね。あー来た。いい方ですね。コーンでした。チニアチニア。さっきのと変わらんぐらいですかね。お、それはっぽいですね。動けへんすぎやろこれ。ちっちゃいわまた。ニッパチ。ニッパチ。あれ、次残ってきた。いや、餌取りまで消えていくんですかね。回ってきたか。そうですね。ポジティブでいこう。これはさなぎ2つですからチヌやと思いますけど。よいしょ。ありがとうございます。2センチぐらいアップですね。まあまあ。曲がろう。うわー降ってきた。わちょっとあかんわ。岡山君言うけどやばいって言うからほんまにやばい。なんか雲の色が変な色しましたもんね。今日はまあでも降れへんかったで。そうですね。マシな方でしたね。マシどころか。